電気住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。ありがたいことにですね、この怪談説法のこの YouTube、34万人を、超えさせていただきまして、本当にありがとうございます。まだ登録がお済みでない方は、もし登録していただければちょっと励みになりますので、していただけたら嬉しいなというふうに思うんですけれども、それと同時にですね、人類大会議、新しくチャンネルを立ち上げさせていただいて、そちらはですね、もう本当に私の好き勝手喋らせていただいてるんですけれども、こちらもおかげさまで5万人以上の方が今、登録していただいておりますので、引き続きまたこちらもですね、こちらの人類大会議の方も、チャンネル登録していただけたら嬉しいなと、思うわけです。で、チャンネルをいろいろさせていただいてますと、本当にいろんな会場からですね、全国からうちの会場で、講演してくださいっていうふうにしてご連絡を事務所の方にいただきまして、で、本当に全国津々浦々、飛び回らせていただいております。もう今現時点でもう年末まで本当に土日はほぼ、予定が詰まっているような状態ですけれども、間に本も書かせていただいたり、本当に多岐にわたっていろんなことをさせていただいてけてありがたいなというふうにもう本当に感謝の念に堪えないわけですけれども、中でもですね、またテレビの撮影なんかにも呼んでいただいて、実は行くわけですけれども、これはとあるテレビの撮影の時に、起こったお話なんですが、この撮影場所って言いますのが、ちょっと都会を離れた山手の方にあります、某所でですね、私がロケに呼んでいただいて、でもちろん車移動が私は多いんですけれども、その日もたまたまちょっと車で行ってましてですね、スタッフさんが運転してくださって、私はちょっと休みながら、現場に着いたわけですね。で、行く道中も非常に山を越えていくんですけれども、ぐねぐね道といいますか。で、普段なら安心して寝てるんですけれどもですね、もう本当に山道でちょっとすると崖に落ちそうなところも途中あったりして、で向こうから対向車が来たらすれ違えないよななんていう道まで通りながらなんとか現場まで行ったんですね。そして現場まで行きますと、早速じゃあロケ開始しますとなるんですけれども、このロケですね、ちょっと今明るいうちよりもうちょっと暗くなった方がいいというふうなことで、夕方で日が落ちるのを待ちましょうとなったんですね。そして、1時間ほどしてようやく辺りが真っ暗になってきた。で、暗くなってきたんでそろそろ始めましょうということで、撮影が始まったんですが、これがもうですね、なんと始まるまでにいろいろ機材のトラブルとか用意とかいろいろあったり、もうちょっと暗い方がいいとかっていう注文があったりして、始まったのがもう夜の8時頃からのロケだったんですね。で、うわー、今から始まったらこれ終わり何時頃になりますかね。私の事務所の方が聞かれますと、もう1時頃には終わる予定だったんですけども、もしかすると深夜2時頃になるかもしれません。そう言われて、それを聞いたスタッフさんがですね、いや、三木住職ちょっと申し訳ないんですけど、ホテルまでの住所置いときますんで、ご自身で車でホテル向かってください。私たちちょっと明日の準備がありますので、先に、明日の現場に入らせてくださいということで、ちょっとロケを待たずしてですね、私のタレント事務所のスタッフさんが先に、行かれたわけですね。ですから私はこのロケが終わったら、一人で車を運転して帰らなくちゃいけない。そう思いながら、でも山道かちょっと怖いなと思いながらも、私も車の運転がさほど嫌いではないですから、じゃあ、わかりました。先に行っててください。私はもう、深夜終わってそのまま、ホテルに向かって、そのまま寝ますんで安心してください。なんて話をしたわけですね。で、ロケが始まりまして、ずーっといろいろ、ワイのしながら、終わっていくわけですけれども、ようやく終わったのが、やはり言っておられたように、深夜の2時だったんですね。で、そこから少し、着替えをさせていただいたりして、その山から車を私が出したのはもう深夜の2時半ぐらいになってたと思うんですけれども、じゃあちょっと私先に行きますね。テレビ局の方たちはこれからちょっと機材を片付けたりされるので、私が先にですね、失礼しますということで車で出発したんですね。ずーっと走ってますとね、もう山道をずーっと行くわけですけれども、周りに本当に街灯がね、たまにポツンとある程度なんです。その街灯がある場所って言いますのも、大きなカーブとか急カーブのところに数本立ってるだけで非常に周りが暗いんですね。
ですからこう私の車のライトが照らす前だけが見えてるんです。そしてなんとなくこう周りが全部雑木林ですから、こう運転してると本当になんかホラー映画の一シーンのように、うわなんかちょっと怖いなと思いながら運転してたんですね。そしてずっと運転していると、なんとなくですね、私が車の中に一人しかいなくて一人で運転してますんで、スタッフさんが運転してくださるよりも時間がちょっと長く感じるんですかね。なんかずっと走ってますと非常に長いんですね、山道が。あれ、来る時こんなに長かったかな。いや、もしかするとあの時はスタッフさんとワイワイ喋りながら来てたから短く感じたのかなと思いながらずっと走ってると、またなんかね、一緒の場所に出たような気になるんですね。似たような場所ばっかりですんで。で、あれもしかしてこれぐるぐる回ってないかなと思って、カーナビを見ますとですね、カーナビはちゃんと進んでるわけです。ですから私の錯覚なんですね。あ、そうかそうか。来た時は短く感じたけど一人だからかやっぱりと思いながら、カーナビに示される通りですね、私がずっと山を降りていったんですね。で、こう山をずっと降りてる最中、だんだんとちょっと体が痛くなってきまして、なんかこう長いこと座ってたり、ロケでずっと立ちっぱなしでしたから何時間も。ちょっと疲れてこう伸びをしたいなと思うわけですね。だからちょっと広場でもあれば車を脇に寄せてですね、一旦背筋を伸ばしたいなと思ってずっと行くんですけれども、なかなか車を止められるような場所がないんですね。で深夜ですからね、道の真ん中に止めても山の中ですから、行き交う車はほとんどないんですけれども、もしものこともありますので、やっぱりちょっと行き換えるぐらいの場所には行きたいなと思ってずっと運転してたんです。そうしますとこうバーッとカーブを抜けたその時に、前に急にちょっと車1台分ぐらい置けるようなカーブを抜け切る手前っていう感じなんですけれども、広くなってる場所がありまして、そこへ私車を止めましてですね、ここならもし車が来た時でも行ってもらえるから、ここならいいなと思ってちょっと休憩したんです。そして車から降りてですね、こうわーっとこう反るようにして、伸びをしたりして、こうちょっと休憩したんです。でさーっと息を吸い込みますとですね、やっぱり山の中ですから非常に空気がきれい、非常に気持ちがいい、ちょっとリフレッシュできたな、よしじゃあそろそろ行こうかなと思いながらこうパッと周りを見ますと真っ暗ですね。そして、木がわーっと周りに植わってるわけです。そして車のライトが遠くを照らすんですけれども、そこが木々の中なんですね。もしかして誰かがスーッとこう横切ったりなんかしないかなとか、ちょっと怖いテレビのロケの後でしたから、ちょっとなんか怖いなと思いながら、でもそんな怖いことはめったにここでは起こらないだろうと思ってたら、ザーッとなんか遠くの方で川の流れる音がするんですね。あれ、さっきまでこんな音してたかなと思いながらよく聞くと、おそらくこの下に川が流れてるんだなと思って、でじゃあ行こうと思って気づいたんですけれども、もう車の左側がすぐ崖になってたんです。でこれガードレールも何もなかったですから、もうちょっと私暗闇の中で分からなければもう崖の下に落ちてたなと思いながら、よかったここで止まって、そんなふうなことを思いながら運転席にまた入って、ずっと、道を走らせてたんですね。でずっともうそろそろ山道抜けるかな、カーナビを見ながらですねずっと行ってますと、ピー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 っていう音がするんです。あれ、何の音急に、いわゆる電子音なんですね。ピー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 って言うんです。この音聞いたことがないなと思って、車の故障かもしれませんから、車のメーターのあたりを見ますとですね、一つパッ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 と赤く点滅してる場所があるんです。そこよく見ますと、シートベルトのサインなんですね。であれ、いや、自分はシートベルトしてるな。どこかなと思ってよく見ますと、車の図のようなもので、後部座席の真ん中がピー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 と赤く点滅してるんです。私これ見てドキッとしましてね、誰かがもしかして乗ってきたのかな、見えない何かが乗ってきたのかなと思って思わず後ろをミラーで見るんですけれども、私の車は、鏡になってないんですね。モニターみたいなになってるので、後部座席がよく見えないんです。で、うわ怖いなと思いながら、誰かが乗ってたらどうしようと思ってどっかでこう振り向いてみようとするんですけれども、山道ですから。で山道をずっと下る中、車内にはピー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 っていう音だけがずっと響いてるんですね。うわなんかちょっと気味が悪いなと思ってよく考えたら、そうか、
さっきちょっと休憩したところで、実は後ろに大きな荷物を乗せたんですけれども、その荷物がちょっとガサッとカーブのところで寄ってですね、シートに誰かが座ってるような重さがかかって、この音が鳴ってるんだなということに気づいたんですよ。で、そうかそうか、さっきそういえば、後ろに大きな荷物がカーブでこうなったなと思いながら、まあどうせカーブを抜けて、ちょっと落ち着けば荷物を手で動かせばなんとかなるだろうなと思って、そのままずっと走ってたら、ようやくこの山道を抜けまして、広い道に出たんですね。で、街灯が数本立ってました。明るくなったな。よかったよかったと思って、ずっと走ってると、ちょうど信号機があって赤信号だったんで、そこで止まりまして、そして運転席から手を伸ばしてですね、後ろの荷物をこう、よっとのけてみたんです。そうしますと、案の定やっぱり、このシートベルトのピーピーピーという警告音が、消えましてですね。で、ライトの点滅も無事消えて、そうか。やっぱり重い荷物を置いてたんで、こう人が座ってるような、勘違いを機械がしたんだなと思って、よかったよかったと思って、前を見ますと信号が青に変わった。で、青に変わったんで、よし、じゃあ出発しようと思って、またブーっとゆっくりアクセルを踏み込みますと、急にまたピー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 って音が鳴るんですね。また荷物がこれ真ん中行っちゃったか。なんかゆっくりのけたばっかりでね。しかもアクセルゆっくり踏み込んでますから、そう荷物が動くようにも思わへんかったけどなと思いながら運転してますとね、このピー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 って言って点滅してる場所が少し違うんです。よく見ると私の助手席に誰かが座ってて、その人がシートベルトをしていないという風になってるんです。そしてこの横の助手席にはですね、荷物も一切置いてないんです。ですから鳴るはずがないんですね。先ほどまで後部座席で鳴ってた、もしかすると何かが前にやってきた。そんな風に思って私ちょっと背筋が冷たくなって、そう思ったんですね。これはどっかに車を寄せてですね、一旦助手席をちょっと確認したいなと思ってずっと走ってるんですけども、誰もいない席でまだピー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 っていう音が鳴ってるんです。どっか次ちょっと左に寄りたいなと思って、ちょっと次信号どっかでかかればと思ったんですけど、それより手前でちょっと止まれそうなところがあるので、左車線に寄せて止まろうと思ってバックミラー見ますとね、ちょうど後ろから左車線の奥の方から1台の車が深夜にもかかわらずずーっと走ってきたんですね。で、ちょっと左に寄るの難しいなと思って、スピードをちょっと緩めてですね、この車を先に行かそうと思ったんです。そうしますと、この横の車、同じようにスピードをスーッと緩めて私の横にピタッと並ぶんですね。で、と思ってパッと横目で見ますと、どうやら向こうの運転手もこっちを覗き込むようにして覗き込んでるんです。で、何かなと思ったら、ちょうどもう私は止まりそうなぐらいゆっくり運転してましたんで。で、その覗き込んでる人たちが横にいるし、左に寄れないけど、先に行ってもらえばと思うんですけど、なかなか先行ってくれない。ゆっくり、並走する形で2台の車が深夜にゆっくりこう、並んで走ってるんですね。で、困ったなと思って。じゃあちょっと先に行こうかと思って、私少しスピードを出して、先に車を避ける形で左に寄ろうと思ったその瞬間、私がブーッと行った瞬間に、うーっていうサイレンが鳴って赤色灯が灯るんです。どうやら隣に並走していた車っていうのがパトカーなんですね。で、このパトカーがうーっていう音を立てながらですね、拡声器で、はい、前の車ちょっと左に車を寄せて止まってください。私のことなんですよ。周りに車いませんから。で、そうか、困ったなと思いながらも左に車を寄せまして。で、そこで、運転席を開けますと、警官の人がたたっと小走りに来られましてね、ご主人大丈夫ですか？ちょっと、免許証拝見していいですかっておっしゃるんです。で、何かありましたかって言いますと、いや、もう横に並んで目まで合いましたよねって言われるんですね。で、そうですね。はい。目合いましたって。じゃあもう、分かってられますよねっておっしゃるんです。で、分かってるって何がですかって言ったら、いや、もう、こっちはもう、ちょっとその場で現行犯というか、もう、見てますから、間違いなく、助手席の方、シートベルトされてませんでしたよね。そうおっしゃるんです。で、いや、お前さん、助手席には誰も乗ってないどころか、車の中私一人なんですけどって言うと、
いやいや、もう、ご主人、いいですから、いいですから、とりあえず免許もしてくださいっておっしゃるんです。で、いや、でも本当に私一人なんですって言うと、警官のもう一人降りてこられました。この警官の方が、車の中をライトでこう照らしながら覗かれるんですね。で、いや、助手席の方、あれいや、助手席、誰か、さっきまで乗ってられましたよねっておっしゃるんですけども、いや、本当に乗ってられないんですよ。で、いや、もしよかったら車の中全部見せていただいていいですかっておっしゃるんで、私も、いや、もう、ぜひぜひ、見てください。私もさっきまで一人で怖かったんで、なんて話をしますと、さっきまで怖かったってどういうことですか？まあそう聞かれまして、いや、実はカクカクしかじかでテレビのロケがあって、帰りしなに、シートベルトをしてませんよという警告音がずっと実は車内で鳴ってたんです、なんて話を、警察の方にしますとですね、警察の方ももうなんか、本当ですか？いや、実は真横に並んだ時に、2人、警官の方が2人、巡回中の警官の方ですから、目も非常にいい。この2人が、あなたの車の助手席にシートベルトをしていない誰かが乗っていたのをはっきり見てるんです。そうおっしゃるんですね。でも調べてくださいって言って車の扉を全部開けてですね、中も全部チェックしていただいたんですけども、もちろん誰も乗ってないんですよね。で、それで、そうですか、こんな不思議なことがあるんですね。そういえば、さっきテレビのロケっておっしゃってましたけども、そうおっしゃるんで、ごめんなさい。ちょっと、免許証これですって言って、もう、免許証を見せて、実は私、お坊さんなんです。そんな話をしますとですね、一人の警官の方が、三木大雲さんですか？私の方を見てですね、そうなんですって、そうですか。いつも YouTube 見てますって言っていただいて、ありがとうございますなんて話をしてたら、その警官の方がですね、そうか、三木住職ならこういうこときっとあるよな。いやいや、この人ほら、怪談で有名なお坊さんで、なんてことをもう一人の警官の方に説明されてまして、そして、じゃあ、三木さんについてきた霊かなんかですね。わかりました。ということで、失礼しますって言って、警官の方帰って行かれましてですね、私もこの後、無事ホテルまで着けるかなと思いながら、もう一度、車に乗り込んで、出発したんですけれども、無事ホテルまでですね、シートベルトの警告音が鳴ることはなかったんです。で、ホテルに入ってからなんか、あれは実際何だったのかないうふうに私自身もですね、霊がついてきてくださったんならくださったで、お寺に一緒に行っていただくのもいいかなと、あるいはちょっと、お経をですね、一つ挙げさせていただいた方が良かったのかなと、思いながら、ホテルに着きまして。で、その後、もし、誰かついてこられてるなら、また京都でお経をあげますね、なんてことを思いながらですね、ホテルに入ったというお話なんです。で、科学的にこんなお話をしますとですね、実際にシートベルトに誰かが座ってないと、席に重りがかかってないと、警告はならないそうなんですね。ですから、物理的に何か重りがかかってた、重さがかかってたとしか、考えようがないんですけれども、科学的にはもちろんこれ、証明することはできませんね。ですから、何か霊のような、何かがですね、重さを、出してたと私自身は思ってるんですけれども、実際これが何かって言われますと、私は最近ね、こういう言い方をするんですね。霊にも気があるんではないかな。気っていうのは、私たちの気持ちなんて言って気を持ってますね。元気、勇気、やる気なんていうのがそうですけれども、その気と呼ばれる目に見えない何か、でもないかと言われたらある何か不思議なものが霊にもあって、それがなんか体重というか物質化してですね、こういった警告音を鳴らしたんではないかなというふうに私自身は思っているわけです。で、最近はですね、私たち生きている人間もだんだんとこの気というものが少し少なくなってきてるような気がするんですね。なんか気がするんですね。気ばっかりで申し訳ないですけど。やる気、元気、勇気っていうのはもちろんそうですけれども、この気っていうのは実はですね、自分のために使う勇気とか、やる気とかっていう以外にですね、気は使わないとダメなんですね。気を使うという言い方しますね。これは実は自分のために使うんではなくて、気というのは人のために使うものだっていうのが基本的なスタンスとしてあるんですね。ですから気を使う、周りの人たちに気を使う。ところがこれが、現代ですね、インターネットが発達したり、携帯電話もそうですね。
携帯電話で直接、本人同士がつながりますから、あれですけど、この携帯電話がなかった時代なんていうのは、友達に電話するときでも電話すると、親御さんが出られたりしてですね、ミキ君って言われて、〇〇君おられますか？電話変わってくださいって言って、ここは丁寧に、お話ししないとですね、ダメだ。いうので友達に連絡取るのにも気を使ってたんですけれども、最近はその気を使うという行動が少なくて済むようになってきましたね。ですからストレスはなくなってきたんですけれども、他者に対する気の使い方っていうのがなくなってきて、で、これがなくなってしまうと、実際この世でどうして自分は生きてるんだろうか。生きる目的を失う結果にもなるんではないかなというふうに思います。この気の話はですね、少し人類大会議の方でも、お話ししてますので、よければそちらも見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。今回はそんなちょっと不思議な話でした。でしたがですね、実はこのお話、これで終わりではないんです。続きがあるんですけれども、この続きは、次回お話しさせていただこうというふうに思います。ということで本日はこれで怪談説法を終わらせていただきます。本日はどうもありがとうございました。